世界の現代アート巡り。私たちは世界の現代アートを巡る旅をしています。今回は瀬戸内国際芸術祭夏会期に行ってきます。おはようございます。今日から僕たちの瀬戸芸夏会期がスタートです。今日は宇野港からフェリーで手島に向かいます。手島行きのフェリーに乗り遅れてしまったので高速船乗り場に向かっています。乗船時間までまだ時間があったので春会期にも鑑賞した金氏哲平さんのタワーへ。朝やから貸し切り状態でした。手島行きの高速船は人数制限があるらしく急いで乗り場まで戻ってきました。宇野港から手島唐戸港行きのチケットを購入。値段は1050円でした。8時40分発の船ですが平日なのに30分前でこんなに並んでました。宇野港出港から約40分、手島に到着しました。フェリーを降りてすぐに瀬戸芸用の手島ガイドブックを配っていました。初めての方も安心して巡れます。今回はこちらで自転車を借りてアートを巡ります。レンタサイクルはすぐにいっぱいになってしまうので、事前に予約しておくのがおすすめです。1日レンタルで2000円。使い方やアートの巡り方も丁寧に教えてくださいました。ここは大人気のインスタ映えスポットです。天気がいいのでとっても映えました。いやー、それにしても最高にいいアート巡り日和です。自転車を漕いで早速巡りたいと思います。最初の目的地、降雨エリアにある作品に向かっています。降雨エリアは唐戸港からだいたい6キロのところにあります。今回の手島のアート巡りは唐戸港から時計回りで巡ります。一周だいたい12キロで自転車だと2時間以内で回ることができます。にしても結構上り坂ありますが、電動なので坂道もへっちゃらです。唐戸港から自転車で約20分、降エリアに到着です。このエリアには3つの作品があります。まず最初に港浜海岸にある2つの作品を見に行きます。海岸から小木島も見えています。海も穏やかでめちゃめちゃ綺麗です。駐輪場に自転車を止めて1つ目の作品へ向かいます。ヘザー・ビー・スワンさんとノンダ・カサリディスさんの海を夢見る人々の場所です。公式ガイドブックの表紙にも使われている作品です。腰掛けて海と向き合いながら思いを馳せる場所として作られました。次の作品はその隣にある夏会期からの新作です。林春論さんの作品、国境を越えて祈りです。この子供たちの胸には手島からとある国の首都までの距離、そしてその背中にはその国の緯度と経緯と方角が記されています。実はこの作品、2016年に小豆島で制作された世界の子供の像で9年ぶりに瀬戸内に帰ってきたんです。たくさんの子供たちの像がここ手島から世界の平和を祈る作品です。次の作品は浜辺から歩いて5分のところにあります。近くに駐輪場もありました。この作品は塩田千春さんの作品、千の記憶です。新潟県で開催された大地の芸術祭の動画にも登場した塩田さんの作品。今回は赤色の毛糸を使い一軒家を空間とともに編み込んでいます。赤い糸は人と人とのつながり、過去と現在、そして未来を結ぶ象徴として使われています。一軒家には手島で使用していたそうめんの製造機が設置されています。この製造機は島民の方々がもういらないけど捨てられない大切なものとして見せてくれたものを使用しているそうです。過去に使われた道具や人々の生活と思い出を毛糸で結び、未来へとつないでいくメッセージが込められています。次は家浦エリアにある作品に向かいます。港エリアから家浦港まで約3キロ地点です。自転車で約15分、横尾忠則さんの手島横尾館に到着です。今回で4回目の手島横尾館です。作品を見終えたので次は唐戸方面に向かっています。家浦でお昼ご飯を食べようと思ってましたが、今日はほとんどのお店がお休みでした。そう思って諦めて走っていたら3年前には絶対なかったとてもおしゃれなお店があったのでちょっと寄ってみることに。手島家浦にある手島ファクトリーさんです。手島ファクトリーさんは手島の素材を加工するフードラボとビールの醸造所を併設したカフェです。メニューはこんな感じ。カレーやサンドイッチ、
もちろんビールも販売していました。店内はもともと何かの工場やったのか、とても広くてオブジェも置いてありました。綺麗な丸に見えるこのオブジェはどうやらゴミを集めて作ったみたいです。手島らしい作品です。今回はシソサイダーを注文。800円でした。夏バテ気味に最高の休憩になりました。手島ファクトリーさんの敷地内には横尾忠則さんの作品みかんの足場があります。この作品は銀座のグッチでも鑑賞できるみたいです。期間は8月24日までらしいです。次の作品は唐戸港に戻る途中にあります。手島は急に開けた海の景色が見えるので、自転車で巡るのが最高に気持ちいいです。海岸沿いを走っていると、2019年の作品、海とたがありました。動画だと見づらいですが、壁に埋まっている白いものはすべて貝殻なんです。海とたを通り過ぎて走っていると、青い看板が見えてきました。駐輪場に自転車を止めて、歩いて坂を登っていきます。この作品は青木の絵さんの空の粒子です。円形に切り出された錆びた鉄をつなぎ合わせて、空に粒子が舞うように形成されています。この場所はかつて地域のコミュニティの場であり、賑わっていました。湧き出る水の音と一体化したこの作品は、この地域にかつての賑わいを取り戻したいという願いが込められています。さて、そろそろお腹も空いてきたので、お昼にしようと思います。駐輪場に自転車を止めて少し登っていくと看板が見えてきました。今回のランチの会場も瀬戸芸の作品の一つで、安倍さんによって建てられたものです。こちらの島キッチンで食事する際、基本的に予約が必要ですが、外のテラス席で食事するなら飛び込みでも大丈夫みたいです。夏は暑いですけどね。メニューはこちらです。予約なしだとお食事系はこちらのキーマカレー一択のみです。店の裏側にあるテラス席にやってきました。空き家だった古民家を改修し、大きな屋根に囲まれたテラス席、中央には大きな木も植えられています。また、ここでは毎月島のお誕生日会が開催されていて、島の方と一緒にお祝いもできる素敵なイベントもやっています。屋根の下で寝っ転がっていたら注文していたキーマカレーが届きました。1000円でした。手島のお母さんと丸の内のホテルのシェフとのコラボレーションで完成した島キッチン特製のキーマカレーらしいです。めちゃくちゃ美味しかったです、このカレー。腹ごしらえも済んだところで次の作品へ。島キッチンのすぐ隣に作品があります。ピピロッティリストさんのあなたの最初の色です。この作品は古い蔵の中に設置された円形スクリーンにチューリップや風景などのカラフルな映像が投影される空間展示です。映像と音楽が一体となり、鑑賞者を幸福感で包み込みます。高い位置にあるスクリーンを下から覗き見るような体験が特徴です。次の作品は駐輪場の隣にあります。オーストラリアのアーティスト、ジェナ・リーさんの再び言葉に満ちた部屋です。空き家を生かしたこの作品は、火、水、風の3つのインスタレーションが連動しています。この部屋ではオーストラリアの先住民について誤った情報を書いている本を燃やして瓶に詰められています。その隣では同じ本を分離させ、清める意味を込めて波紋の形に表現しています。ここにあるたくさんの急須は島民の方が提供してくださったそうです。そして最後の部屋ではユーカリを模した形の紙を吊るし、風に揺られることで失われた言語や文化が再び息づく過程を表しているそうです。静かな空間で文化の記憶や癒しを感覚的に体験できる作品です。次の作品を見に一度唐戸港の方まで戻っていきます。手島といえばここという大人気スポット。やっぱり何度来てもこの景色はたまらないですね。レンタサイクルを通り過ぎた先に2つ作品があります。はじめに見えたのは唐戸港から歩いて5分のところにあるこの作品、イオベットとポンズの勝者はいないです。手島の形をしたセイタに6つのバスケットゴールが設置されています。勝者はいないというタイトルの通り、勝ち負けよりも一緒に楽しむことをテーマとした作品です。この日もたくさんの人と一緒に作品を楽しむことができました。この炎天下でバスケはかなり体力消耗しました。汗びっしょりです。さて次の作品は勝者はいないから自転車で5分くらい走ったところにあります。ここで自転車を止めて歩いて向かいます。徒歩1分で着くそうです。
到着しました。クリスチャン・ボルタンスキーさんの作品、心臓音のアーカイブです。内部は撮影禁止なのでお見せすることはできませんが、世界中から集められた心臓音が音と光で表現されています。ここでは自分の心臓音を録音することもできて、作品の一部に加わることもできます。録音した心臓音は CD にしてもらえて、自分へのお土産にはぴったりだと思います。3時に手島美術館を予約しているので、売店で少し休憩しています。現在お昼の2時過ぎ、気温は34度近く、島では基本的にずっと外なので、熱中症対策はしっかりした方が良さそうです。入場時間の15分前になったので出発です。唐戸港付近にいたので自転車だと10分もかからなかったです。手島美術館に到着です。こちらの美術館は瀬戸芸パスポートを持っていても予約が必要な施設です。すぐに満席になってしまうので早めに予約した方が良さそうです。僕たちは1週間前にネットで予約しました。チケットは1800円でした。オンラインだと現地で買うより200円お得です。ここが手島美術館のインフォメーションです。ここでもチケットを購入することができます。ロッカーもありましたよ。メールで届いていた QR コードを準備して入場を待っています。チケットを発券してもらいました。このチケットを持って美術館へ向かいます。美術館へ向かう道中はとても整備されていて、ここを歩くだけでも癒されます。デンマークにあるルイジアナ美術館のような自然と調和された心休まる空間です。手島美術館は西澤隆英さんの建築で風景に溶け込むように設計されています。この白い外壁の中に素晴らしい作品が展示されています。中には内藤玲さんのインスタレーション作品が展示されています。空間全体が一つの作品で建築とアートと自然が融合した体験型インスタレーションです。こんな体験ができる美術館はここだけだと思います。本当に世界一美しい美術館です。美術館隣にあるミュージアムショップ兼カフェに行ってみたいと思います。こちらの建築ももちろん西澤隆英さんの設計です。入り口はちょっと狭めです。ミュージアムショップには手島美術館でしか手に入らないグッズもたくさん置いてあり、どれも美術館のコンセプト通りのミニマリズムなものが多くてめちゃめちゃかっこいいです。ミュージアムショップにはカフェも併設されており、飲み物だけでなくケーキやジェラートの販売もしています。店内はこんな感じです。全体的に丸く、天井には美術館よりも全然小さいですが大きな窓もあります。そこから見える自然の風景と青い空が最高でした。コーヒーとお米のジェラートを注文。合わせて890円でした。ジェラートは本当にお米が入っていてミルキーでとても美味しかったです。ごちそうさまでした。今回で4回目の手島美術館。何度来ても再び戻ってきたくなるそんな美術館です。世界中の美術館を巡りましたが、今のところトップ3には入っています。16時25分発のフェリーに乗るため、唐戸港に戻ってきました。春海期でも使用した3日間フェリー乗り放題チケットを使って乗船します。フェリーが来ました。フェリー乗り放題チケットは、高松と手島を結ぶ高速船は対象外のため、一度唐戸港から小豆島土庄港に行きます。小豆島土庄港です。高松行きのフェリーまで20分ほど時間があったので、港近くでゆっくりしていました。高松行きのフェリーが到着したので乗船します。瀬戸内海を照らす夕焼けがとても美しいです。高松港に到着しました。約3ヶ月ぶりの高松港です。これから少し宿で休憩してベトナムマルシェに行ってみようと思います。ベトナムプロジェクトにやってきました。夏会期中15時から20時までやっています。ベトナム語で友を表すコンをテーマに村の伝統工芸や雑貨がたくさん並んでいるそうです。マップはこんな感じです。手前にカフェもあるので後で行ってみようと思います。パンフレットをいただきました。ベトナム料理も食べられるみたいです。マルシェの横にはたくさんのカラフルなランタンが吊るされていました。ここには約300個のランタンが吊るされています。夜に来るとランタンが道を照らしてくれるのでとっても幻想的です。
マルシェをぐるっと一周してコンカフェにやってきました。ここでは本格ベトナムドリンクを楽しむことができます。練乳入りコーヒーを一つで。私たちは練乳入りコーヒーにしてみました。初めてなので楽しみです。コンカフェは2007年にハノイの小さな通りから始まったカフェチェーン店で、今回日本初上陸だそうです。これが練乳入りコーヒーです。特徴的なコーヒーのコクと練乳の甘さが交わり、なんだか癖になる味わいでした。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございます。次回の瀬戸内国際芸術祭は、ハンセン病の記憶をアートを通じて伝える場所、大島に行ってきます。世界の現代アート巡り。私たちは世界の現代アートを巡る旅をしています。今回は瀬戸内国際芸術祭夏会期に行ってきます。おはようございます。瀬戸芸夏会期2日目です。今日は大島に行きたいと思います。大島行きの乗船場は、女木島や小木島のフェリー乗り場の近くにあります。現在朝の9時ですが、すでに30度超え。昼過ぎから灼熱モードです。今日もこまめな水分補給していきましょう。大島行きの乗船場に到着です。料金は無料ですが、どうやら先着順で人数制限があるみたいなので、混雑時に来られる方は早めに来た方が良さそうです。そしてもう一つ注意点が、大島入所者への健康配慮のため、船内でのマスク着用は必須のようです。事前に用意しておきましょう。スタッフの方から大島のマップをいただきました。立ち入り禁止エリアもあるみたいなので、しっかりマップを確認しておきました。大島行きの船が到着しました。フェリーではなく高速船のような船でした。マスクの着用を促され、船に乗船です。今日は平日だったので、席は割と空いてました。船内では死後禁止なので、本当に静かすぎて、いつの間にか寝てしまいました。高松港から高速船で約30分、大島に到着です。船を降りてすぐにインフォメーションがありました。ここで作品や帰りの船の情報を確認することができます。恋人隊によるガイドツアーもやってるみたいです。大島は面積 0.62 平方キロメートルの小さな島です。この小さな島が持つ歴史を作品を通して学んでいきたいと思います。港に一つ作品があります。ニキータ・カダンの作品、枝と杖、支え合うことのモニュメントです。この作品はハンセン病の人々の歴史から着想を得て、脆さの中にある強さと共に支える精神を象徴しています。次の作品を見に向かっています。この白線とガードレール、聞こえてくる優しい曲は、後遺症で目が見えない人のために作られたものです。立ち入り禁止エリアには分かりやすいよう看板が配置されています。よってんまいと書かれたこの手作りの門をくぐった先に作品が2つあります。1つ目の作品はつながりの家カフェシオルです。このカフェは土日祝のみ営業しています。メニューには大島で採れたフルーツを使ったおやつがあったり、カフェ内にたくさん梅が漬けられていたので、梅スカッシュも気になります。2つ目の作品は、鴻池智子さんの作品、物語るテーブルランナーと指人形です。この作品は、大島に暮らす人々から聞き取った話を作者がランチョンマットに書き起こしています。そして、今回の瀬戸芸から指人形が加わりました。作品は、隔離の歴史や人々の思いを物語として可視化し、訪れる人がその記憶を見て、聞いて、受け継ぐことができる仕掛けになっています。10時半から始まる恋人隊によるツアーに参加するため、納骨堂にやってきました。15分前集合だったのでちょっと遅れてます。ごめんなさい。今回のツアーの内容は、ハンセン病や国立療養所、青少園の歴史について学びます。香川県高松市の沖合に浮かぶ大島。ここにあるのが国立療養所、大島青少園です。1938年にハンセン病患者を隔離するために作られた施設で、当時は厳しい生活を強いられました。大島を訪れることは、アートや島の景色を楽しみながら、人間の尊厳や命の重みを感じる体験になると思います。約30分のツアーでしたが、とても有意義で考えさせられる時間でした。恋人隊のスタッフの方、ありがとうございました。恋人隊によるツアーが終了したので、アート巡り再開です。田島製造さんの作品、
青空水族館です。入所者が暮らしていた家に海底の世界が広がっています。こちらの作品の人魚、よーく観察すると涙を流しています。漂流物や廃材がアートとして蘇る姿は、大島という特別な場所の歴史とも重なり、人間の尊厳や命の重みを感じさせてくれます。青空水族館最後の部屋は一面ピンク色。今までの部屋とは異質な空間です。こちらの部屋は田島さんが描いた海賊という絵本をテーマにした作品でした。実際に絵本を読むとすべての空間がつながったようなすべての作品に心揺さぶられました。どうして私を捨てたの？大島から眺める穏やかな瀬戸内海。天気も相まって景色が最高です。次の作品は田島清三さんの作品、森の象形です。この作品がある場所はかつて独身寮があった場所でした。森の中に現れる小道のような作品で、香川県に自生する美しい花、木や石などの身近な自然の素材と入所者が育てていた盆栽の松の木を譲り受け、小道の中に配置しています。自然と過去の記憶が交わる時間を体験し、大島の歴史を感じることができる歩くアート空間になっています。この作品を抜けた先に田島さんのもう一つの作品があります。こちらの作品は N さんの人生、大島70年木製便器の部屋です。作者の田島さんは同郷のハンセン病患者 N さんの人生をテーマに独身寮を使い立体絵巻作品を作りました。社会から隔絶された人の歩みを田島さんは日記や証言を手がかりに身近な素材を用いて造形しました。力強いメッセージや色を使い、シンプルで大胆なオブジェを部屋に並べることで、N さんが経験した孤独や喜び、苦悩を感じさせます。そして私たち鑑賞者は、ただの歴史資料ではなく、一人の人間の生きた証として直接触れることができます。N さんは特別な人物ではなく、誰もが持つ人生の象徴です。作品を通じて社会から隔てられた一人の人生を私たちはどのように受け止めるのか問われます。それと同時に見過ごされてきた人々の声に耳を傾けるきっかけを与えてくれます。この一つの建物で表された一人の人生を通し、大島が背負う歴史について深く考えさせられる作品です。次の作品はこちらです。裏の勝手口から入室します。ちなみにこの黒い日傘は大島の瀬戸芸インフォメーションで無料で借りることができます。優しい美術プロジェクトケウの触手です。大島を撮り続けた入所者脇林清さんを撮影した写真を紺色に染まった部屋のあちらこちらに展示してあります。すべての写真が白黒で撮影されており、とても雰囲気があります。隣の部屋まで貫通させたこの作品。こちらの部屋とは打って変わって真っ白の部屋です。部屋の中には当時使われていたであろうものが散乱しています。それにしても、この6畳くらいの部屋に3人の大人の方が共同生活をしていたのを聞くと、想像を絶する過酷さだったんだなぁと感じさせます。次の作品に向かう途中に、2010年の瀬戸芸が始まる直前に、波打ち際で約30年ぶりに発見された解剖台が展示されていました。大島では療養所に入所するとき、死後遺体を解剖することを承諾する書類への署名が求められることがあったらしいです。大島に到着してまだ2時間くらいですが、大島がどんな歴史を背負い歩んできたか、改めて日本の歴史的にも後世に伝えるための大切な場所なんだなと感じました。次の作品は山川冬樹さんの作品、歩みきたりてです。この作品は歌人である正石孟さんに焦点を当てています。正石孟さんはモンゴルで抑留中にハンセン病を発症し、その後大島で人生の大半を過ごしました。そんな彼の足跡をたどるために、作者の山川さんはモンゴル、大島、そして彼の故郷である愛媛県松野町を訪ねました。作品は
正石さんの遺品と山川さんが実際に訪ねた際の映像が展示されています。歩みきたりてというタイトルには、歩んできた人生の道のり、そして歴史の積み重ねの意味が込められています。この作品は、隔離や差別の歴史の中で生きた一人の声なき記憶をアートを通じて私たちが共有するための空間となっています。そしてその隣には大島と対岸のアジを結ぶ海峡を題材にした海峡の歌という映像インスタレーション作品があります。大島に隔離されて生活していたハンセン病患者の中には海を泳いで渡ろうとした人もいたと言われています。そんな話を聞いた山川さんが実際に海峡を泳ぎ、その様子を記録した映像が作品として展示されています。潮の流れがある中、約2キロの距離を泳いで渡りきる姿は、作者からの強いメッセージを感じ取ることができます。作品を見終えたので、港の方に向かいます。港に向かう途中に売店があったので、おにぎりとかけうどんをいただきました。優しい出汁がとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。13時25分発、高松駅の高速船が到着したので、フェリー乗り場に向かいます。インフォメーションで、清少くんのうちわと毛糸で作られたたわしをお土産でいただきました。短い滞在でしたが、実際に島を訪れたことで、過去にここでどんな生活をしていたのか肌で感じ、二度と同じことの繰り返しにならないよう、今私たちが見ているこの穏やかな風景を守るべきだと感じました。またいつか大島に訪れたいと思います。高松港にある瀬戸芸オフィシャルショップにやってきました。春会期に惜しくも手に入れられなかったサコッシュをゲット。2000円でした。オフィシャルガイドブックがちょうど入るサイズ。しかも裏側はこんなデザイン。めちゃくちゃ可愛くないですか？ついでに隣でアンケートも実施。結構ボリューミーなアンケートでしたが、お礼にステッカーとウェットティッシュをいただきました。非売品ってテンション上がりますよね。これから香川県立ミュージアムに向かいます。高松港から歩いて15分ほどで着きます。見えてきました。今日は暑いのでかなり体力が必要でした。着きました。香川県立ミュージアムです。ここは歴史博物館と美術館が一つになった総合的なミュージアムだそうです。1階でチケットを購入し、作品がある2階にやってきました。ここではベトナムの作品が展示されています。作品のマップをいただきました。一つの部屋にいくつか作品があるみたいですね。中に入ると映像作品が並んでいました。この作品は環境によって変わる雪の情景を描いた作品です。作品の前にはヘッドホンがあるので、音とともに作品を楽しめます。隣の部屋にはある2つの言葉が点滅している作品があります。ベトナム語で狂った犬を意味する言葉と、ディエンビエン風の戦いという言葉です。狂った犬は時に女性への侮辱として使われていました。ディエンビエン風の戦いはフランス植民地支配の終焉を象徴しています。この2つの言葉が光の中で交差し、過去と現在、女性性と戦争、忘却と記憶の間を行き来しています。ベトナム現代美術展を見終えたので、高松港方面へ戻ってきました。これから昨日の夜にも行ったベトナムマーケット、コンモーメッツに行きたいと思います。夜はランタンの明かりがとても綺麗で幻想的でした。昼も青空とカラフルなランタンの相性がとてもいい感じです。これよく見たら一つ一つランタンの形やデザインが違いますよね。国旗を見つけると写真に撮ってしまうのは日本にいても変わらないようです。さて、ベトナムマーケットをぐるっと一周していきます。ここには6つの工芸村があるようです。ここは木彫りのお店です。洪水で運ばれた流木を見事なアートに生まれ変わらせる。まさに職人芸ですね。こちらは伝統的なノンラー作りのお店です。乾燥させたヤシの葉を使って作られています。実際に自分で作ることもできたり、時間がない人も被らせてくれる体験型のお店でした。しかし、この日は通訳の方が不在でワークショップができなかったのは残念でした。さて、今日もこちらで美味しいコーヒーをいただきます。ベトナムハノイにあるカフェチェーン、コンカフェです。昨日行った時は夜で暗くてあんまり見えなかったけど、結構オリジナルグッズも売ってました。この T シャツとベストめちゃくちゃ可愛くないですか？色味とか最高です。欲しい。今日は練乳とココナッツミルクコーヒーを注文しました。ちなみにグッズは買ってません。コーヒーとココナッツの相性が良くて、2口くらいで飲んじゃいました。めちゃめちゃ美味しかったです。
ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございます。次回の瀬戸内国際芸術祭は、100年放置されていた製錬所と小さな島にあるアートたち、犬島に行ってき、世界の現代アート巡り。私たちは世界の現代アートを巡る旅をしています。今回は瀬戸内国際芸術祭夏会期に行ってきます。おはようございます。瀬戸芸夏会期3日目です。今日は犬島に行きたいと思います。これからフェリーに乗るので高松港方面に向かっています。ちなみに犬島への直行便はないので、僕たちは直島宮浦港で乗り換えて犬島に向かいます。直島行きのフェリーはフェリー3日間対象の島なので、こちらのフェリーパスで乗船します。今年2回目の直島フェリーです。海風が気持ちいいので、外で景色を楽しみながら向かいます。宮浦港に到着しました。ここで犬島行きのチケットを買います。と思ったのですが、どうやら今はここではなく、臨時切符売り場があるみたいなので、そちらに向かいます。案内の通りにやってきました。先ほどのチケット売り場からも見える位置にありました。距離感はこのぐらいで、大きい看板もあるので迷わずに行けます。着いた時には結構もう人が並んでいました。なんということでしょう。ちょうど私たちの前であと一人しか乗れないと言われてしまいました。仕方ないと思いながら新美術館に向かうバス停2番乗り場にやってきました。犬島に少し後ろ髪を引かれながらバスを待っています。とっても可愛いバスが来ました。草間彌生さんのかぼちゃのバスです。これに乗って新美術館に行きます。バス代は現金のみなのでお気をつけください。新美術館もかなり期待してきたのでとっても楽しみです。宮浦港から約10分、直島新美術館の最寄りのバス停に到着です。ここから歩いて向かいます。バス停から美術館までは260メートルです。この辺のエリアは今まで作品がなかったので、いつも素通りしている場所。強いて言うなら、家プロジェクトの豪王神社の作品が割とすぐそこにあるくらいです。道もシンプルで5分くらいで直島新美術館に到着です。直島新美術館は安藤忠雄さんの設計で建築されました。地中美術館やベネッセハウスなどに続く10作品目です。地下2階、地上1階の構造で展示室は主に地下に集約されています。丘の稜線に沿った山形の屋根や小石を積んだ塀などが特徴的で、集落の風景に溶け込むように設計されています。エントランスに到着です。瀬戸芸パスポートを持っている方は無料で鑑賞することができます。一般でのご利用の方は窓口購入だと1700円です。オンラインで購入した方が安いみたいです。直島新美術館は2025年5月31日にオープンした新しい美術館です。直島新美術館では現在開館記念展示原点から未来へが開催されています。日本、中国、韓国、タイ、インドネシア、フィリピン、インドなどアジア出身の12名によるこの美術館のために構想された作品や代表作を展示しています。記憶や移民、文化的アイデンティティ、変容への対応といったテーマに着目し、多様なインスタレーション作品がありました。こちらの作品はいずれ訪れるビルの解体を見据えた移設構想のもと、移設のための輸送中の状態を展示することで、美術館をプロジェクトのプロセスの場と設定しています。通常は移設されることのないアスファルトや路盤材として使用されていた建築廃材、それらが時間の層を形成し、タイムカプセルのように収められた輸送コンテナや移設計画の青写真などを通して作って壊された者たちのスクラップから自らの手で未来をビルドすることの可能性を示唆しています。こちらの作品は村上隆さんの洛中洛外図岩佐又兵衛リップです。近世京都の名所や一位の暮らしを俯瞰で描いた屏風絵岩佐又兵衛筆洛中洛外図屏風船木本を参照にした13メートルの大作です。2024年京都での個展における初披露を経てさらに手が加えられ
生活の様子が緻密に描かれた画面上では、2700人もの人々に加えて、ドブ君やカイカイとキキラ、村上隆さんのキャラクターたちも京都の街を闊歩しています。続いての作品は、ツアイクオンチャンさんのヘッドオンです。2006年、ベルリン・グッケンハイムでの個展のために制作された本作は、99体の精巧な狼の群れが全力で走り、ためらうことなくガラスの壁にぶつかる大型のインスタレーションです。ベルリンの壁と同じ高さのガラス壁は、人と人、異なる集団の間に存在する、見えないが確かにある、イデオロギーや文化の隔たりを象徴しています。作品を見終えたので、美術館併設のカフェにやってきました。ガラス張りになっていて景色も良さそうです。カフェの中にも作品があります。インド出身のアーティスト NS ハルシャの作品、幸せな結婚生活です。作者は世界共通で繰り返されている結婚という制度を人の言葉を真似するオウムに重ねることでユーモラスに批判をしています。せっかくなので注文もしたいと思います。ランチやデザートも楽しめるみたいです。ドリンクの種類もたくさんありました。注文した商品を待っている間に外の景色を見に来ました。景色がいいので涼しい時期はテラス席で過ごすのも良さそうです。私たちは直島のドリップコーヒーを注文しました。このコーヒー、柑橘のようなフレッシュ感がかなり美味しかったです。ごちそうさまでした。最寄りのバス停桃山に来ました。ここからまた宮六甲に戻ります。新美術館、思ったよりスムーズに回れて面白い作品がたくさんあったのでとってもおすすめです。宮浦港に戻ってきました。先ほどの臨時切符売り場に向かっています。もう並んで待ってる人いるなぁ。無事に買えました。チケット代は片道2450円。現金のみの支払いとなります。現在の気温は31度。ここからさらに気温が上がるので、しっかり熱中症対策をして向かいます。時間になったので、フェリー乗り場に向かいます。乗り場は臨時切符売り場の近くにあります。サンダーバード。なんだかかっこいい名前の船に乗ります。昼便は席に少し余裕がありました。ここから手島経由で犬島に向かいます。直島出港から約1時間、犬島に到着です。雲一つない晴天です。フェリーを降りて一番最初にインフォメーションに向かいます。ここで帰りのチケットの整理券を受け取って先にチケットを買いに来ました。チケットは隣のチケットセンターで購入することができます。直島行きの船は15時47分発なので2時間半ほどで作品を巡ります。その前にお腹が空いたので犬島チケットセンター内にあるカフェでお昼ご飯を食べます。私たちは鯛飯にしました。鯛の優しい香りが楽しめてとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。ちょっと遅めの昼食を終えて、これから犬島のアート巡りスタートです。犬島チケットセンターから歩いて5分。犬島の最大のスポットともいえる犬島製錬所美術館に行きます。この美術館は1909年に建設された銅の製錬所です。犬島はかつて銅の製錬で栄えていました。ところが創業はわずか10年。大正の初めには閉鎖され、煙突やレンガ造りの遺構だけが静かに島に残されました。この産業遺産を壊すことなくそのまま美術館へと再生したのが多くの人を引き寄せる現在の犬島製錬所美術館です。早速入場していきます。犬島製錬所美術館も瀬戸芸パスポートを持っている方は無料で鑑賞することができます。作品を見終えました。たくさんの作品があるわけではなかったですが、美術館内部には現代美術家柳幸則さんの高級作品が展開されています。三島由紀夫さんをモチーフとしたインスタレーションや、文明や近代の影を問い直す作品たち。それらは遺構と呼応しながらかつての産業の記憶と現代社会の課題を重ね合わせているそうです。敷地にはかつての煙突や黒光りする辛みレンガの建物が今も残されています。訪れる人は廃墟を歩くような感覚と同時にアートと自然の再生を体験することができます。犬島製錬所美術館はアートを鑑賞する場所であると同時に過去を受け継ぎ未来を考える場所でもあります。歴史、建築、自然、そしてアート、そのすべてが交わる犬島は瀬戸内海の中でも特別な一角です。
島内に設置されている作品を見に向かっています。まずは先ほどのチケットセンターから一番近い作品です。歩いて2、3分の距離にあります。大宮エリーさんの作品、フラワーフェアリーダンサーズです。草花の妖精たちがまるで盆踊りをしているようなこの作品は、作者が実際に犬島を訪れて島に咲いている植物を観察して作られました。この作品の設置場所では、盆踊りなどの地域の行事が行われたり、子供たちの遊び場として使っているそうです。色もポップでとっても可愛い作品です。次は F 邸に向かいます。この細い道をまっすぐ進んでいきます。かなり日差しが強くなってきました。ちなみにこの日傘はチケットセンターで無料で貸し出しをしていました。作品に到着しました。島猫ちゃんがお出迎えをしてくれていました。この作品は写真撮影のみ可能です。生公平さんの作品、バイオータです。この作品は作者のビッグバンというテーマに基づくシリーズ作品の一部で、犬島の自然や環境などの生命が発生し、多様に広がっていくイメージが表現されています。次の作品は F 邸から歩いて3分のところにある作品です。浅井祐介さんの作品、太鼓の声を聞くように昨日の声を聞くです。北アルプス国際芸術祭にもあった浅井祐介さんの作品は、ゴム素材を焼き付ける手法で地面に描かれています。石職人の家跡にある作品は、訪れた人が歩きながら島の風景や歴史を感じられるように設計されています。この青い看板を頼りに次の作品に向かっています。次は海から少し離れた内陸の方に作品があるみたいです。道の奥に屋外の作品が見えてきました。犬島家プロジェクト S 邸高神遥さんのコンタクトレンズです。大きさや焦点が異なる無数のレンズに周囲の自然や人々の暮らし、集落の風景が歪んで映し出されます。鑑賞者は目に見える世界の多様さを感じられます。現在の気温は35度。これまで来た道中には自動販売機一つもない過酷なアート巡りに救世主が現れました。6年前に来た時は多分なかったであろう休憩所。ヒノキの香りが広がるキンキンに冷えた約12畳くらいの部屋。本当に助かりました。正直ここがなかったら僕たち途中リタイアしていたと思います。休憩所のすぐ近くに次の屋外作品があります。犬島家プロジェクト A 邸ベアトリス・ミリアーゼスさんの作品イエローフラワードリームです。犬島の自然に見られる幾何学形態や人々の暮らしの生命感をエネルギーあふれる色を用いて仮想風景を表現しています。次は瀬戸芸の作品ではないですが、犬島名物のアート作品に向かっています。この看板を目印に歩いていきます。川野隆三さんの作品、犬島の島犬です。この作品は犬島の集落を舞台にした犬島ハウスプロジェクトの一つです。この口とちょっと白目が見えてる感じ、犬好きにはたまらない作品です。次は海沿いにある作品を見に行きます。先ほどの作品を通り過ぎて細い道を歩いていきます。今回は紹介しませんが、この右側は暮らしの植物園という作品になっています。青い看板が見えてきました。この先にあるみたいです。急に開けて海が見えてきました。あれかな？ありました。大宮エリーさんの作品、光と内製のフラワーベンチです。この作品の特徴は、日差しが差し込むとベンチの花のシルエットが地面に映り込む光の演出です。色鮮やかな花でいっぱいのベンチは、ネジ部分がテントウムシになっていたりと、細部までこだわって作られています。座って瀬戸内海を眺めると、自分と向き合うひとときを過ごすことができます。座って見えるこの景色は、訪れる人に心の安らぎを与えてくれる犬島ならではの癒しスポットです。作品を見終えたので、港方面に残っている作品を見に行きます。今回の戻るルートも山道のような道を通っていきます。車は通れないような道なので、もちろん信号もないです。たまにスクーターは通るので気をつけてください。歩いて10分ほどで次の作品が見えてきました。犬島家プロジェクト愛邸オラファー・エリアソンさんのセルフループです。向かい合わせに3つの鏡を配置した本作品は、2方向に開かれた窓からの風景を結びつけています。観覧者はタイムトンネルのような無限の空間にいる自分を見つけ、
新しい感覚を味わうことができます。犬島アート巡り完了しました。2時間もあれば全ての作品を見ることができます。犬島製錬所美術館だけでなく、島のあちこちに点在する家プロジェクトの作品など、歩くたびに小さな驚きと発見がありました。島の暮らしに溶け込むアート、犬島も他の島にはない魅力がある島です。港近くにある犬島チケットセンターに戻ってきました。乗船時間までまだ時間があるので、ここで待っていようと思います。店内にはカフェだけでなく、ショップも併設されています。犬島製錬所美術館オリジナルグッズがメインで販売されてますが、アート関連の雑誌なども置いてあって、休憩がてら読書もできそうです。今回はこちらのトートバッグを購入。なんと値段が1430円とめちゃめちゃ良心的なお値段でした。デザインもめちゃくちゃかっこいいです。そろそろ出港時間なので乗り場に向かいます。帰りも2450円。犬島チケットセンターでは現金以外の支払いも可能でした。次に来るのは3年後かな。とっても素敵な島でした。宮浦港に戻ってきました。高松港行きのフェリーが到着しています。この日はかなり混雑していたので、臨時でフェリーが運航していました。高松港に到着しました。見覚えのあるこの景色、もうお気づきの方もいるのではないでしょうか。夏会期3度目の登場、ベトナムマルシェです。気軽に寄れるので、つい行きたくなってしまいます。今日は小腹が空いたので、ベトナム料理を食べたいと思います。このバインミーというサンドイッチにしました。お店はシックロという高松にあるベトナム料理屋さんです。お肉とチリソース、漬け野菜の酸味がマッチしてとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございます。次回の瀬戸内国際芸術祭は、瀬戸芸初参戦エリアの歴史情緒あふれる東の港町、志度、津田、引田エリアに行ってきます。世界の現代アート巡り。私たちは世界の現代アートを巡る旅をしています。今回は瀬戸内国際芸術祭夏会期に行ってきます。瀬戸芸夏会期4日目です。今日は志度、津田、引田の夏会期限定エリアに行きます。実はこのエリアの作品は夜9時まで鑑賞できるので、今日は遅めのスタートです。ということで、まずは河原町駅近くにあるバイタミンコーヒーさんへ。コーヒーをいただいてからアート巡りに向かいたいと思います。入り口に簡易的なメニューがありました。コーヒー以外にもワインも飲めるみたいです。店内はこんな感じです。奥ではちょうど焙煎の準備をしていました。壁とベンチが一体になっている席。これ意外と座り心地よかったです。詳しいメニューはこんな感じです。コーヒーはドリップとエスプレッソ系のドリンクがあるようです。僕たちはもちろんドリップコーヒーを注文。ブレンドからシングルオリジンコーヒー、浅入りから深入りコーヒー、幅広いラインナップから選ぶことができます。今日の気温も35度以上。店内は涼しいけど持って帰るのでアイスコーヒーにしました。折り紙ドリッパーで抽出中です。今回は深入りのインドネシアにしました。しっかりコクのある少し柑橘系のフレーバーの爽やかしっかりコーヒーでした。ごちそうさまでした。コーヒーチャージもできたので、早速アート巡りスタートです。まずは高松港にあるこちらの作品。通るたびに気になっていた作品です。中に入ると号外と書かれた新聞が置かれていました。この作品は本間隆さんの作品、ソングス、物が語る難民の声です。作者は日本、バングラデシュ、コロンビアの3つの国を訪れ、難民や国内避難民の人々を取材しました。彼らにとって避難生活の中でも手放せなかった大切なものを撮影し、その背景にある物語を引き出しています。この作品の特徴は、統計やニュースでは伝えられない個々の人々の感情を物を通じて語らせることです。作者は、まずは知ることが大切と語り、作品を通して難民を遠い存在ではなく、自分の身近な人のように感じてもらうことを目指しています。高松駅に戻ってきました。まずは電車で志度エリアに向かいます。志度駅までは430円。志度駅では IC カードが使えないので切符を買います。電車で瀬戸芸を巡るのは初めてなので、なんだか新鮮な気持ちです。13時42分発。この電車に乗って向かいます。電車は2両編成でした。席に座りたい方は少し早めに向かうといいかもしれません。
電車で約30分、指導駅に到着しました。まずは指導エリアのインフォメーションセンターに向かいます。インフォメーションセンターは讃岐市役所に設置されています。駅から徒歩5分、讃岐市役所が見えてきました。瀬戸芸の青い旗もあります。指導エリアのインフォメーションに到着です。スタッフの方がとても親切で、おすすめのルートを教えていただいたので、今回はスタッフさんおすすめルートでアート巡りスタートです。指導エリアのアートは、讃岐街道線上に約1キロに点在しています。歩いて巡っても1時間30分もあれば十分だそうです。指導エリアに来て感動したこと、有形所が本当にいくつもあることです。めっちゃありがたかったです。讃岐市役所から歩いて10分くらい、最初の目的地、シドジが見えてきました。一つ目の作品、フィリピン出身のアーティスト、リーロイ・ニューさんのメブヤンのバランガイです。リーロイさんの作品は、シドジ境内の庭園内に一つと、シドジ隣にある自称院に一つあります。この作品は主に竹やペットボトルなどを組み合わせて制作されています。地元のボランティアや恋人と協力して竹の伐採、竹割りなどの作業が行われたらしいです。リーロイさんのもう一つの作品を見に、シドジ境内に入ります。シドジは香川県讃岐市にある寺院で四国88カ所の86番札所です。境内にはひときわ目を引く大きな建築、五重の塔があります。高さはおよそ33メートルだそうです。今回のリーロイさんの作品は、複数の文化的、伝説的要素が混ざり合っています。作品タイトルのメブヤンとは、フィリピン南部の先住民族、バコポ族の神話に登場する女神の名前です。死と豊穣のシンボルであり、亡くなった子供たちの魂を育てているとされています。そしてバランガイとは、植民地時代以前からある古代の船を指すと同時に、現在のフィリピン語では村やコミュニティを意味する言葉です。航海民族としての民族や共同体を象徴する役割を持っています。次は02番の作品を見に行きます。作品は一直線に展示されているので、とても巡りやすいです。青い旗がありました。こちらが作品みたいです。いいやね。こちらの作品は、ニール・メンドーザの構成されし魂です。この作品は、日本の民間信仰であるつくも神、つまり長く使われた道具に魂が宿るという考え方をテーマにしています。レンズやモニターを通すと現れる魂の姿は見るたびに表情が変わり、次々と新しい魂が現れています。その姿に愛着が湧いてしまうのは、つくも神の存在をどこかで信じているからでしょうか。作者は使い捨てが当たり前となった現代社会に対し、私たちが物とどう向き合っているのかを問いかけています。伝統的な信仰と最先端技術を重ね合わせることで、物に宿る魂の存在を改めて考えさせる作品です。次は03番の作品を見に向かいます。青い旗が見えました。ここは平賀源内記念館です。入館料は750円。パスポートを持っている方は250円で入ることができます。作品は2階にあるみたいです。こちらの作品はヤンツーさんの風来山人です。平賀源内は江戸時代の発明家と呼ばれており、日本で初めてエレキテルを復元した人物として知られています。作品の中には放電や静電気を発生させる装置があり、普段見えないエネルギーを目の前で体験できるようになっています。さらに仮想通貨を作るためのコンピューターも使われていて、現代の電気の使い方が作品に組み込まれています。作者は物を本来の使い方から少しずらすことで、私たちが当たり前だと思っている技術や道具の意味を改めて考えさせます。そして電気はただのエネルギーではなく、社会や経済の仕組みともつながっていることを伝えています。次の作品が指導エリア最後の作品です。指導時の真反対に作品があるみたいです。目的地手前に瀬戸芸の作品スタンプラリーの看板がありました。下に説明文もありましたが、全然理解できませんでした。とりあえず境内に進んでいくと、また休憩所が。しかもここでは麦茶の提供もしていました。本当に助かりました。ありがとうございます。さて、水分補給も済んだので先へ進みます。まだシャボン玉の作品にもやもやしています。到着しました。平賀源内宮廷です。早速入場していきます。こちらの作品は、筧康明さんの Echoes as Airflow です。
この作品は自然現象と先端技術、物理素材を組み合わせた体験型インスタレーション作品です。息を吹きかけると、それがセンサーを通じて作品が反応して、このように葉っぱを浮かせることができたり、シャボン玉を作ることができます。あれ？シャボン玉ってさっき飛んでたよね。でもこの映ってる画像はどうやら駅っぽいですね。筧さんの作品がもう一つ離れにあるみたいなので見に行きます。ついに見つけました。右の映像を見てください。これはさっき麦茶をいただいた指導寺奥の院の映像です。なんとこれライブ映像なんです。こちらの作品も先ほどと同様に息を吹きかけることでシャボン玉を作ることができる作品です。ライブ映像なので人が通るタイミングで息を吹きかけるとみんな笑顔になる、なんだかほっこりする作品でした。市場エリアの全作品を見終えました。スタッフさんの言う通り2時間以内で巡ることができました。帰り道に琴電市場駅にあるゲイさんの作品を発見しました。誰かが息を吹けばシャボン玉が飛ぶはずですが、今回は飛ばなかったです。歩いて10分、市場駅に到着です。これから津田エリアにある作品を見に行きますが、今回はこちらの讃岐市コミュニティバスで向かいます。志戸駅から津田までは200円。現金のみの支払いでした。津田に到着しました。バス停の近くのゲンセンターがインフォメーションになっています。すぐ近くの小学校に臨時駐車場があったので、車の方はここに停めて作品まで行けそうです。インフォメーションではおもてなしで定食やランチも売っていたそうですが、今日はお休みでした。津田エリアには作品が一つ展示されています。インフォメーションからも近そうです。すごい。この道、青い旗だらけなので迷わずにたどり着けそうです。現在の気温は32度。夕方でもまだまだ暑いです。インフォメーションから歩いて5分、松林の中に作品が見えてきました。この作品はケイトリン・ R.C. ブラウンとウェイン・ギャレットの時間との対話です。松林に下がるいくつものレンズによって、鑑賞者は光や色、時間の移ろいが重なり合うように体験できます。レンズ越しに見える変わり続ける景色は、人が感じる日常の時間が対話するような感覚を生み出します。私たちが行った時間帯は、落ちてきた太陽の光がレンズに反射していて、とても美しかったです。津田エリアの作品は一つだけ。せっかくなので津田の松原を少し散策します。津田の松原は約1キロにわたって広がる海岸線に、黒松を中心とした松林が立ち並んでいます。海もめちゃめちゃ綺麗でした。今日も連日のように30度超え。まだまだ海水浴客がたくさんいました。こちらは願い橋、叶え橋と呼ばれる赤い橋です。願い事をしながら渡ると叶うと伝えられています。チャンネル登録者増えますように。チャンネル登録者増えますように。津田の松原を満喫したので津田駅に向かいます。津田はどこもかしこも青い旗だらけで瀬戸芸の雰囲気が満喫できました。歩いて10分ほどで讃岐津田駅に到着です。この駅も無人駅で券売機でチケットを購入します。次の目的地、引田駅までは430円でした。支払いは現金のみです。駅の向こうには山と田んぼが広がるとてものどかな駅です。引田行きの電車が到着しました。学生の帰宅時間と重なり結構混み合ってました。電車で約35分、引田駅に到着しました。駅に大きな案内板があったので、まずはインフォメーションに向かいます。駅からはほぼまっすぐで行けるみたいです。歩いて5分でインフォメーションに着きました。もう片付けていましたが、キッチンカーも出店していたみたいですね。ちょっとお腹空いたなぁ。中に休憩スペースのあるインフォメーションでした。中に入ってみると何やら気になるものが、つけてみてくださいと言ってくださったので装着してみました。うどん手袋です。かけうどん。これちょうど1玉分らしいですよ。片手が温まったのでアート巡り再開です。作品は結構散らばっているみたいです。作品に向かおうかなと思ったのですが、引田に来たら行ってみたい場所があったので、まずは行ってみることにしました。うわー、見てください。この最高な景色。夕暮れだけに来たのも大正解。引田の海、とっても癒されますね。ありました。引田に来たら見たかった、このウォールアート。このクオリティのアートがずらーっと並んでいます。これどうやって描いたんだろう。圧巻のアート作品でした。
引田の海とウォールアートを満喫したので、引田のアート巡りスタートです。海沿いから住宅街に入っていくと結構立派な家が並んでいます。でも思ったより街灯が少なくて結構暗くなるのが早く感じました。最初の目的地、三州井筒屋敷に到着しました。青い看板もあります。こちらに作品が展示されてるみたいです。沼田由香さんの作品、積層される情報です。こちらの作品は高齢化や人口減による港町の変化と通信手段の変化とともに役割や文化を失っている大量旗を重ね合わせ、アイロンビーズやプラスチックゴミ、ペットボトルの蓋など現代の素材で大量旗を時代の変化を可視化できるようにしています。三州井筒屋敷の蓮向かいに次の作品があります。歩いて1分ほどで到着します。東かがわ市の千葉産業は手袋が盛んらしいです。到着しました。東かがわ手袋ギャラリーです。こちらの建物は平成10年まで実際に手袋工場として使われていました。一角には昭和の手袋工場も再現しています。ロシア出身のアーティスト、レオニート・チシコフさんのみんなの手、月まで届く手袋を編もうです。この作品は月に届くほどの長い手袋をみんなで力を合わせて編もうというありえないけれど夢のある呼びかけをテーマにしています。実際に巨大な編み物や毛糸のイメージが展示されることもあり、観客は参加してみたい、自分も一緒に編みたいと思わせるような雰囲気を持っています。チシコフさんの作品全体に共通するのは日常の中に潜むユーモアと人と自然、宇宙をつなぐ空想的な発想です。この作品も編み物という家庭的な身近な行為を月という遠い存在に結びつけることで個人の小さな営みが大きな夢や宇宙へ広がっていくイメージを体験させてくれます。続いての作品は先ほどの作品の向かい側にあります。ガイドブックには簡易的なイラストしかなかったので、どんな作品が見られるのか楽しみです。もともと酒屋だった笠屋亭を舞台にしたこの作品は、お酒や醤油作りに使われていた桶の文化を手がかりに、発酵という見えない時間のプロセスをアートとして体験できる空間になっています。床には桶が埋め込まれ、上は強化ガラスで覆われているため、作品の上に立つことができます。絵の具や版画で表現された微生物の世界。実はこれ、月の動きに反応して変化しているそうです。酒造の歴史、地域の産業、そして自然のリズムを結びつけることで、過去と現在、科学と芸術、人と人をつなぐ拠点となっています。次の作品は、他の作品から少し離れた場所にあります。この右の建物、郵便局を改装したカフェになっていました。とってもおしゃれでかなり気になりました。辺りはすっかり真っ暗ですが、青い旗を見つけました。ここが今日最後の作品です。早速中に入っていきます。この作品は新俊弘さんの引田市政文化絵図です。作者は引田という町の日常に光を当て、地域の住民や引田に関わる人たちにインタビューを行い、それぞれの人生や日常を文化絵図として図解しました。実際のアンケート用紙やエピソードカードがずらりと並び、訪れる人は一人一人の生活の断片も読み解きながら街の空気を感じることができます。そしてなんと、このエピソードカードの中から気になったものがあったら1枚持ち帰っていいそうです。いやー、どうしよう。どれにしようかな。たくさんあってかなり迷いましたが、このワクワクと書かれたカードにしました。帰るときにこのカードを選んだ理由をノートに記していきます。素敵なお土産ができました。電車で約1時間30分で高松駅に戻ってきました。これにて僕たちの瀬戸芸夏会期は終了です。今回の夏会期では手島、大島、犬島と志度、津田、引田エリアの新エリアに行くことができました。特に新エリアの3カ所は夜の展示がロマンチックで、島とはまた違う雰囲気や魅力を発見できて、瀬戸芸の世界がさらに広がりました。次は秋会期、10月3日からスタートします。どんなアートが待っているのか楽しみです。ご視聴ありがとうございます。次回の瀬戸内国際芸術祭は、ついに秋会期開催。時代を超えて息づくアートの島、本島に行ってきます。
このチャンネルは世界の現代美術館の情報を配信しています。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。